こんにちは、ゆりぱるです。今回はナップサックを作ったのでご紹介したいと思います。ちょっとしたお出かけや、小学生とかが月曜日に体操服とか靴箱とか、靴箱じゃない上履きを入れる袋にもちょうどいいので、ぜひ作ってみてください。なんかナップサックって懐かしいですよね。大人も生地を落ち着いたやつにすると使えるのでいいかなと思います。材料をご紹介します。表生地はダイソーで買ったカットクロス、少しだけ厚めのものを使用しました。裏地もダイソーで買った薄すぎず厚すぎない生地を使います。そして170センチの紐が2本いります。カバンテープでこちらの紐を通す部分を作っていこうと思います。6センチを2本に切っていきます。それでは生地を長さ通りに切って作っていきます。生地をサイズ通りに切ったら、表地を中表にこのように合わせてください。裏地も中表にこのように合わせていきます。布を合わせたら、こちらの下を縫い代1センチでそれぞれ縫っていきます。縫う前にチャコペンとか消えるペンで線を引いておくと綺麗に縫えるので引いておきます。線が引けたら待ち針で固定しておきます。縫い始めと縫い終わりに返し縫いをして縫っていきます。このナップサックは縫うところが難しいところがあんまりないので、ぜひ初心者の方もおすすめです。最初はね、子供用に作ったんですけど、私も気に入ったので大人っぽい生地でちょっと作って、財布とか入れて散歩とかに使ってます。で、縫えたら生地を広げて、縫い合わせをアイロンで押さえながらこのように割っていきます。2枚に合わさったこちらの裏地も広げて同じようにアイロンを当てて割っていこうと思います。お好きな生地で作っていただけたらなと思います。2枚の生地が1枚になりました。表地と裏地を中表に合わせていこうと思います。こんな感じで合わせて真ん中の縫い合わせをしっかり合わせて待ち針で固定します。両端も待ち針でこのように留めておきます。留めたら両端を縫い代1センチで縫っていきます。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをしていきます。もう片方の端も縫っていきます。今ね、左に通ったのはうちの猫ちゃんのめめちゃんです。両端が縫えたら待ち針を外していきます。待ち針を外して上に来た布の中心をこんな感じで引っ張って広げます。広げたらこんな感じで端を折ってアイロンを当てます。両端をアイロンで押さえたら、真ん中のところも反対もアイロンで押さえておきます。真ん中の縫い合わせを待ち針で固定してずれないようにしておきます。内側になる布が右、表になる布が左に今来ています。
内側になる布の片方の端を縫い代1センチで縫っていきます。もう片方は返し口を10センチ開けて縫っていこうと思います。まず最初の片方は全部縫っていきます。ポイントは中心の縫い合わせを少し超えたところまで縫うといいです。こんな感じで。反対は返し口があるので、こちらを縫わないように気をつけて縫っていってください。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをして縫っていきます。こんな感じで縫っていって、で、ここは縫っちゃいけないので、一回止めて、で、また、ここから返し縫いをして縫っていきます。返し口を開けて、正した時に裏に、内生地になるところを縫っていきました。完成した時に表になるところに線を引いていきます。縫い合わせから2センチ線を引いて、3センチ何も引かずに開けておきます。3センチ開けたところから端まで線をさらに引きます。縫う前にカバンテープをつけていこうと思います。カバンテープを半分にこんな感じで折って、こんな感じで折ったら、バッグの下のところから2センチ測って印をつけておきます。半分に折ったカバンテープの中心に線を引きます。で、こんな感じに引いたら、布の縫い代とカバンテープに書いた線が合うように、カバンテープの輪を内側に向けて布の間に挟みます。この時に端から2センチの印のところに、カバンテープの端、バッグの底に近い方が合うように待ち針で固定しておきます。反対も同じように縫い代を引いておきます。中心の縫い合わせから2センチ線を引いて、で、3センチ線を引かずに開けたところから底に向かって線を引いておきます。端から2センチ測って、こちらも印をつけておきます。ここにカバンテープをさっきと同じように半分にして、真ん中に印をつけて、その印と布の縫い代1センチのところが合うようにして、輪をこんな感じでね、内に向けて端からさっき書いた端から2センチの印のところにこれを入れます。線と線が合うように入れて、バッグに近い方のところ、カバンテープのバッグに近い方のところが2センチのところに合うようにして、待ち針で留めておきます。2センチ縫って3センチ開けて縫っていきます。2センチ縫って3センチ開けて下まで縫っていきます。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをしておきます。カバンテープの上を縫うときは数回行き来して縫って補強します。この線を描かなかったところは3センチ縫わずに縫います。残りを縫っていきます。ポイントは少し縫い合わせのところを超えるまで縫うといいと思います。こちらを開けて縫っていきました。カバンテープがこんな感じについています。もう片方も同じように縫っていきます。上の縫い合わせから2センチ縫って、ここを2センチ縫って、この間は3センチ縫いません。3センチ開けたら下まで縫っていきます。カバンテープの上は数回先ほどと一緒のように補強して縫っていきます。
こちら3センチを空けて縫っていきました。ここまで来たらもうすぐ出来上がりです。仕上げをしていきます。待ち針を全部外して、内布に開けておいた返し口から布を返していきます。布を返したら返し口を閉じていきます。似たような色で、こんな感じで待ち針で留めて似たような色で、目立たないようにこの字閉じで閉じていきます。ミシンで閉じても、内側なので見えないので大丈夫だと思います。今回はこの字閉じで閉じました。裏の生地を表生地の中にこのような感じで入れていきます。入れたら、裏地を5ミリほど上に出してアイロンを当てます。ついでにシワも伸ばしておきます。紐を通す部分を作っていきます。裏地と表地の縫い合わせから2センチのところに印を2箇所書いておきます。そしてバッグの穴が開いているところの一番上のところと印を線でつなげます。今書いた線から袋の底に向かって2センチまた測って印を2箇所書いておきます。書けたらその印を線でつなげます。線と線の間を今回は2センチにしたんですけど、使用する紐が太い場合は2センチから 2.5 センチにしてもいいかなと思います。もう片面も同じように線を引いていきます。表地と裏地の縫い合わせから2センチ測って線を引いて、その線から2センチ測って印をつけて線を引きます。バッグの両面の線がこんな感じでつながりました。線の上をぐるりと一周縫っていこうと思います。まずは上の線を一周縫っていきます。縫い終わりと縫い始めを数センチ重ねて縫います。こんな感じで一周縫っていきました。そしたら、下の部分も縫っていきます。一周ぐるりと縫っていきます。こちらも縫い始めに縫い終わりをかぶせて、数センチかぶせて縫います。こんな感じで紐を通すところが縫えました。そしたら、この穴に両端から紐を通していきます。もうすぐ完成です。紐は、だいたい170センチに2本切っておきます。紐通しを使ってバッグの両端からそれぞれ紐を U ターンさせながら通していきます。カバンテープの輪にも紐を通して最後は結んでおきます。もう片方からも同じように紐を通していきます。最後にこちらのカバンテープに紐を通して紐を結んだら完成です。バッグの口にお好みで取っ手をつけたり、お好きな生地で作っていただけたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。